武田信玄の最後。どうする家康に学ぶ日本史。何を側近に言い残したのか。武田信玄があと1年いや半年長生きしていれば、織田信長や徳川家康は天下統一どころかこの世にいなかったかもしれない。しかし病に侵されていた信玄はこの世を去った。信玄は側近の者たちに果たしてどのような言葉を最後に残したのだろうか。武田信玄の最後を詳しく見ていこう。1572年元亀3年9月、武田信玄は将軍足利義昭の要請で施城作戦を開始しようと準備する。義昭は信玄をはじめ朝倉義景や本願寺と信長包囲網を築いて織田信長を打倒しようとしていた。ところが出だしからのトラブルで信玄の病状悪化のために出陣が2日間延期されている。その後の武田軍は2万7,000と言われる大軍で次々と徳川方の城を立て続けに落として快進撃をした。同年12月22日の三方ヶ原の合戦では1万1,000の徳川家康と織田信長の援軍を完膚なきまでに撃破している。ところが信長を挟み撃ちにすると密約を交わしていた朝倉義景が突如として越前に1万5,000の兵を引き上げてしまった。雪に閉ざされて越前に戻れなくなるのを恐れたために義景は裏切ったと言われている。信玄の死因には様々な説が存在するが、肺結核や胃がん、肝臓病などが死因とされてきた。しかしこの朝倉義景の裏切りによるショックが最大の原因だと主張する医師もいる。信玄には三宿友綱という侍医がいたが、その友綱が武田家の譜代家老小山田信繁への書状で信玄の病状を次のように記している。信玄の病患が腹心に兆して君臣が医薬を尽くしたが合病は癒えず、日を追うにつれて病は重くなったと記述している。もともとの授与が心を煩わせたために悪化したようである。つまり朝倉義景の裏切りで武田信玄の病状が悪化したと思われるのである。信玄は信長を滅亡させる絶好のチャンスを逃したのである。この事件を境に武田軍の侵攻の速度は緩慢となり、やがて停滞する。信玄は1573年元亀4年2月16日、足利義昭側近に朝倉義景の近江退陣を詰問して再度の出陣を要請する書状を送っている。結局長篠城で1ヶ月滞在した信玄は朝倉軍が出陣してこないために帰国の途に就く。そしてその途上の4月12日、信州伊那郡小万場の地で武田信玄は死去したと伝えられている。持病をして出陣した武田信玄を死に追いやったのは宿敵信長を討つ寸出のところで朝倉義景に裏切られたショックだったように思われるのである。戦国大名の死因に異常に多いがんや脳卒中はストレスが半端なく多いのが原因だとされている。そのため晩年の武田信玄はストレスから身を守るための養生訓を身につけようとした。そして信玄は自分に言い聞かせるように
側近たちにも語ったようである。武田四天王の一人の高坂正信が記録した石水寺物語には、信玄の次のような遺言が書かれている。人間は40歳までは勝とうと心がけるがよい。40歳を越したら負けまいと心がけるべきだ。ただし20代でもあまり勝ちすぎるのは良くない。晩年の信玄が戦の勝ち負けに一喜一憂しないよう心がけたことがうかがえる言葉である。勝ち戦は五分を上とし、七分を中とし、十分をもって下とする。五分は励みを生じ、七分は怠りを生じ、十分はおごりを生ずる。戦国最強と言われた信玄が常に勝利を収めた秘密がここにある。人は少しどんなるを仕込みたるがよし。特にこの最後の言葉は人事を担当する者にとっては心すべき名言である。人事にあっては頭の良い人よりも少し鈍感なところはあっても根気よく物事に取り組める人物を採用すべきだという意味である。日本の山岳地帯に生まれ、上杉謙信との死闘に人生の大半を費やした信玄は、天下統一のための上洛が晩年になってしまった。もしも信玄が都の近くの平野部に生まれていれば、間違いなく信長よりも先に上洛を果たして天下を統一していたことだろう。その武田信玄が残した遺言だけに、その意味をじっくりと考えてみるのも有意義である。